サンムーンです。ご視聴くださりありがとうございます。今回ご紹介させていただくのはぺたんこバッグの作り方です。このように今回のぺたんこバッグは表地にラミネート生地を使用しています。裏地付き、内ポケット付きでとても便利なぺたんこバッグになっています。完成品のサイズは縦38センチ、横30センチのちょうど持ちやすいサイズのぺたんこバッグです。このように雑誌を入れて運ぶこともできます。革の持ち手付きで今回はカシメの付け方もご説明させていただいています。ぜひ最後までご覧ください。それではぺたんこバッグの材料を紹介します。今回は表地にラミネート生地を使用します。生地はコットンやキャンバス地、オックス地、パンプなどお好みの生地で作っていただいて大丈夫です。縦は 40.5 センチ、横32センチを2枚ご用意ください。裏地のサイズも同様に縦 40.5 センチ、横32センチを2枚ご用意ください。今回は裏地の方はコットンを使用しています。そして内ポケットの方は縦30センチ、横17センチ1枚ご用意ください。生地はすべて縫い代込みになっています。そして今回のぺたんこバッグは持ち手をこのようにつけるタイプのぺたんこバッグの作り方の紹介です。革の持ち手、横幅 1.5 センチ、長さを40センチを2本ご用意ください。もちろん持ち手は持ち手テープや布で持ち手を作っていただいても大丈夫です。そして今回のぺたんこバッグはこちらの持ち手を両面カシメで留めてつけるタイプの作り方を紹介します。両面カシメは大サイズを使用します。両面カシメをつける際にこちらの内台や穴開け用のポンチ、そしてこの打つ時の道具ですね、そしてハンマーがありますとカシメをつけることができます。それではまず内ポケットを作っていきます。中表にこのように半分に折っていただきまして、生地がずれないように待ち針で留めます。待ち針で留めましたら、こちらの縫い代1センチで縫います。その際にこちらの底の部分に返し口5センチを開けて縫います。それでは底に5センチの返し口を開けて縫っていきます。縫い代1センチで縫ってください。このように底の部分に返し口5センチ開けて縫えました。それでは内ポケットが縫えましたら、余分な角のところはカットしておきます。角をカットしましたら返し口から表に返します。表に返せましたら返し口のところは中にきれいに折っておきまして、アイロンで形を整えておきます。続きまして内布のバッグの袋口のところ、縫い代 1.5 センチで折ります。もう片方も袋口を 1.5 センチでアイロンがけします。それでは内ポケットを縫い付けていきます。先ほど 1.5 センチで縫い代の部分アイロンがけして折った状態のまま、中央のところ、横幅が32センチですので、端から16センチのところにポケット部分の中央のところを合わせまして、上から5センチのところに合わせてポケットを待ち針で留めてください。内ポケットの返し口の方はこちら底がこのように開いている状態です。そして端のところは三角に縫っていただきまして、内ポケットの端のところをこのように縫っていただきます。そして最後のところも三角に縫っておいてください。それでは内ポケットを縫い付けていきます。この端のところから 1.5 センチから2センチぐらいのところから縫い始めてください。このようにスタート地点見ていただきまして、そして斜めに進みます。このように三角にまず縫ってから、そのまま端だいたい 2,3 ミリのところを縫っていってください。最後も同じように三角で縫い終わってください。それでは裏地を2枚中表に合わせて筒に縫っていきます。先ほどアイロンで 1.5 センチ折っていただいた部分を一旦ここで開いていただきまして、待ち針で留めます。
待ち針で留めましたら、こちら縫い代1センチで縫っていきます。それでは表地を中表に合わせまして、縫い代1センチで縫っていきます。今回は表地にラミネート生地を使用していますので、待ち針で針を刺すことができませんので、ピンで留めていきます。本体と裏地の方がこのように縫えましたら、底の部分の角が不要な部分はカットしておきます。そして表地の袋口のところを縫い代 1.5 センチで折ります。今回は表地の方にラミネート生地を使用しておりますので、アイロンがけはできません。なのでこのように刺しなどで 1.5 センチの位置を測っていただきまして、ピンで折っておきます。このようにピンが留められましたら、裏地の方を表に返します。この裏地の中に表地を入れます。そしてこちらの裏地の袋口 1.5 センチ折ったところと表地の袋口のところを合わせてピンで留めていきます。ピンでこのように留めましたら、袋口のところを端から 2、3 ミリの位置を縫っていきます。それでは袋口を縫っていきます。この際に今回はラミネート生地ですので、ラミネート生地を縫う際は押さえをテフロン押さえに変えますと滑りやすくて縫いやすいです。もしもテフロン押さえがない場合は、例えば表地の上の方にトレーシングペーパーを引いていただいて縫ったら滑りやすくて縫いやすいです。そしてトレーシングペーパーを上に重ねて縫った場合は、全部一周縫った後にトレーシングペーパーを外していただいたら大丈夫です。今回はテフロン押さえに変更して縫っていきます。こんな感じです。それでは袋口が縫えましたら表に返します。棒などを使って角は出しておいてください。それでは革の持ち手の方に穴を開けていきます。ポンチで穴を開けていきます。持ち手の長さは40センチを2本ご用意ください。そして穴を開ける際は土台などに穴が開いてしまわないように何か下に置いて穴を開けてください。穴を開ける位置は端から 1.5 センチのところのこの持ち手の中央に穴を開けてください。ポンチでだいたい位置が決まりましたら、このようにポンチと金槌を使って穴を開けます。こんな感じですね。そうしましたら、すべての持ち手の端のところに、端から 1.5 センチのところに穴を開けます。それでは本体のカシメをつける位置にもカシメの穴を開ける位置に印をつけていきます。横幅が30センチになっていますので、中央のところから両端に6センチずつ、この穴と穴の位置は12センチの距離があるところですね。そして袋口から2センチのところに印をつけます。こちらに印をつけましたら、穴が下の生地に開かないように土台になる何か間に挟みまして、先ほど印つけたところをポンチで穴を開けます。こんな感じで開きました。同様にこちらの方にも穴を開けます。こんな感じです。そうしましたら反対側の方も穴を開ける位置に印をつけます。同じく上から2センチのところ、そして中央から6センチ6センチのところに印をつけます。印をつけましたら、間に何かまた同じように挟んでいただいて穴を開けます。
こんな感じです。それではカシメをつける位置に穴を開けましたら、持ち手をつけていきます。両面カシメは4組ご用意ください。先ほど開けた穴のところに持ち手とこちら両面カシメでこのように留めます。そして土台を使いましてカシメを打ちます。片方の持ち手がこのようにつけられました。そうしましたら反対側も同様に持ち手をつけます。先ほどのカシメの位置とずらしましてこのように打っていきます。こんな感じです。ぺたんこバッグが完成しました。最後までご視聴くださりありがとうございました。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。